どうも、モブです。今回は、光の攻防デイモスについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、光の攻防デイモスが難しい理由についての紹介だよ。まず、一つ目は、戦闘力が極めて高いことだね。これに関しては、推奨戦闘力が100万を超えてくるので、クリティカル率の減少や、与えるダメージの減少、さらに、ブレイク量の減少の影響を受けることになるね。2つ目は高い防御力を持っているからだよ。今回の光の攻防デイモスはハンターモードに比べると水篠モードの時の方が難しいよね。これに関しては水篠の場合、影踏みによる防御力減少を適用できないと効果的なダメージを与えることができないからだね。3つ目は他の光の攻防に比べブレイクゲージや要求が多いからだね。そのためブレイクゲージが割れるまで与えるダメージが一定量カットされたり、終盤にブレイクゲージが回復されることにより大幅なタイムロスを受けたりするよ。4つ目は敵のレベルが高いことだね。これは敵のレベルが増加するにつれて特定のステータスオプションが制限を受けてしまい、効果的なダメージを与えることが難しくなるからだね。次にここからはそれぞれの問題と武器の特徴を絡めて話していくよ。まずは戦闘力が極めて高いため、デイモスのハードモードでは大半のプレイヤーが推奨戦闘力に届かないことが考えられるよ。その場合一番の影響を受けるのがクリティカル確率だね。クリティカル確率はステージとの戦闘力の差や敵のレベルによって大きく制限を受けるよ。そしてこの状況でどちらの属性武器の方が優れているかを判断すると、非属性武器の方が光属性の武器に比べ約 10% も高いことがわかるね。そのためクリティカル確率の観点では非属性に軍配が上がるね。次は高い防御力に関してだよ。光の攻防デイモスでは登場するモンスターが極めて高い防御力を保持しているため、防御力貫通や防御力減少の効果を活用する必要があるよ。また水篠モードよりハンターモードが楽な理由はエシルやアキナの特性も考えられるけど、防御力貫通はバフ扱い、防御力減少はデバフ扱いのため、簡単な条件下で敵の防御力を無視できるからだね。そして水篠モードではこれらの問題を解決するために殺気と再覚醒の祝福は必須になってくるよ。次はブレイクゲージについてだよ。光の攻防デイモスではブレイクゲージの再チャージやブレイク効果を持ったスキルの要求をしてくるよ。また光の攻防バランのように推奨戦闘力によってブレイク量に大きく制限を受ける可能性があるよ。その場合より多くのブレイク要素があった方が良いよね。これに関しては非属性武器は閻魔の奥義がブレイク大の効果を所持しているため、ブレイクの観点からも非属性武器に軍配が上がりそうだね。最後は敵のレベルによるステータスの制限についてだね。今回はあらゆるステータスの中から一番のダメージ要素であるクリティカルダメージについて検証してみたよ。その結果クリティカルなしの場合は100万545ダメージ、クリティカルありの場合は212万823ダメージ、つまりクリティカルダメージは 112% だということになるね。また今回はステータスでの表記でクリティカルダメージ 198% で検証をしているよ。そのためレベル100前後のモンスターでは 200% に近いクリティカルダメージがあっても 110% 台まで抑えられるということだよ。この結果から光の攻防デイモスでは外部要因としての大きなクリティカルダメージの補強が必要だということがわかるね。これに関してもクリティカル確率の時と同様にそれぞれの属性武器で比較した場合、光属性は 20.24% の増加、非属性は 120% の増加、つまり
クリティカルダメージの観点から見ても非属性武器の方に軍配が上がるね。おまけに光属性攻略の場合、第一衝撃と残影剣による総合的なダメージ比較を行ったところ、初手はクリティカルダメージ増加の第一衝撃が優勢。しかし残影剣は使用するたびに防御力が増加していき、ペナルティークエストなどの祝福も絡めると後半ではより大きいダメージを与えられるようになるよ。結果としては光属性での攻略は火属性に比べて必要なステータスが多いということ。光の攻防デイモスを楽にクリアするならば、今回の動画の全ての観点から見ても火属性武器をおすすめするよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。